じゃ、生きみど魅力じゃ。今回はメガドライブのファンタジーアクションシューティングエレメンタルマスターの続きをプレイしていくのじゃよ。ガイラ王となったハニロキを追って4大精霊を解放した精霊使いラディン。すべての武器というか魔法も揃い、ステージ後の A 級の氷河に進むのじゃ。早速ステージ4クリアで手に入れた水の精霊の武器を使うのじゃ。この武器は正面の攻撃力は弱いが、両サイドへの攻撃が強いのと、ここだとわからないのじゃが、さらに両サイドから壁に沿って前方へも攻撃してくれるのじゃ。このステージはさっきの緑のミサイルみたいなやつとか、結構横からの攻撃が激しいので、この武器がなかなかに有効じゃ。例によってスーパープレイでも攻略プレイでもないので昔からずじゃ。ネタバレもありなので未プレイの人はそのつもりでな。このステージも音楽がかっこいいのじゃよ。疾走感がありつつもメロディーラインが重厚でファンタジーっぽい雰囲気になっていて、サンダーフォース系とはしっかり差別化されているのはさすがじゃな。そしてここからがわしの嫌いな鉄球コーナーじゃ。当然のことながらこの鉄球は破壊できない。タイミングをうまく測って避けるしかないのじゃ。この辺りに来ると両サイドへの攻撃が壁を張ってくれるのがわかるな。なんとかボス戦じゃ。このステージのボスは黒竜王グラス。オープニングに出てきたムクロラ王の部下の一人じゃ。黒竜王というだけに竜に変身して攻撃してくるのじゃ。グラスはなんとなく頭が悪そうな外見に反してガイラ王の参謀で魔族軍の最高司令官らしいのじゃ。しかももう一人の部下だった陽気ソロメの弟らしい。このビジュアルで参謀でしかも弟キャラ。偉大聖天子守のキャラ設定で興味深いな。キャラの掘り下げはさておき、このグラスはなかなか面倒じゃ。攻撃はご覧の通りの2種類で、3方向への攻撃と正面への攻撃の繰り返しじゃ。しかし当たり判定があるのが正面への攻撃の時のみで、それ以外はいくらこちらの攻撃を当ててもダメージを与えられない。なので相手の攻撃を避けつつ、正面攻撃の時を狙ってこちらの攻撃を当てていくのじゃ。そのためちょっと時間がかかってしまうのは否めないのじゃよ。ただ幹部クラスにふさわしく、音楽がこれまたかっこいいのでずっと聴いていられるな。なんとなくじゃがプロレスラーの入場曲みたいなんじゃよ。そういえばグラスの登場シーンはちょっとプロレスラーの入場シーンみたいだったな。いずれにしても敵キャラの曲にしておくのは惜しいくらい良い曲だと思うのじゃよ。ステージクリアするとダメージも回復するし、分身とかバリアもなくなるので、逆にあまりダメージを受けることは気にしなくていいとも言えるな。あ、結構チャージ攻撃がいいかもしれないのじゃ。なんとかグラスを倒したのじゃよ。そしてここでデモシーンじゃ。なんと今までちょこちょこと戦闘に参加してくれていた妖精ニーネの正体は、神々の力を得ることができる精霊の指輪の化身だったのじゃ。かつて魔族を封印した英雄ジュノーも精霊の指輪の力を使っていたらしいのじゃ。
これでガイラ王たちの闇の力に対抗する光の力を手に入れたわけじゃな。いよいよクライマックスへ向けて盛り上がってきたのじゃ。続いてステージ6の王家の墓じゃ。このステージも鉄球ほどではないが、この槍のようにトラップによるダメージに注意じゃな。わしの嫌いな鉄球も出てくるのじゃよ。ちなみにこのステージでは今まで使わなかった土の精霊の武器を使うのじゃ。なぜかというと、このステージの敵は今までと比べて防御力が高い敵が多く、今までの武器だと倒しきれないのじゃ。この石像みたいな敵もそうじゃな。このミイラの動きはなんとなくガントレットの敵を彷彿とさせるのじゃよ。こいつも地味に硬いので、貫通力と威力のある土の精霊の武器が非常に有効なのじゃ。連射が効かないのと攻撃範囲が狭いのが難点じゃが、さすが後半戦だけあって敵の攻撃や配置がいやらしい感じじゃの。なんかもうあちこちでダメージを食らっているのじゃよ。このステージの BGM はいかにも RPG のダンジョンという雰囲気がよく出ているな。明らかにトラップで食らっているダメージの方が多い気がするのじゃ。それなりに回復アイテムがあるのがありがたいのじゃ。このミイラしっかり追尾してくるので厄介なのじゃ。他の武器だと倒しきれない理由の一つじゃよ。まあ我ながら鉄球とか槍とかのトラップの避け方が雑だったとは反省しているのじゃ。さてボス戦じゃ。今までチャージできなかった初期の武器、つまり光の魔法がチャージできるようになっているのじゃよ。そして迎えるボスは陽気サロメ。ガイラ王の部下であり魔族の首長らしい。巨大雲に変身して攻撃してくるのじゃ。こいつには光の魔法以外の攻撃は効かないので注意じゃ。かなり多彩な攻撃方法を持っていて、この波はダメージこそ受けないものの動きが流されてしまう。結果として他の攻撃のダメージを受けてしまうのじゃ。中心の顔の部分に極太レーザーじゃなかった光の魔法のチャージ攻撃を当てていくのじゃ。危なかった。ギリギリだったのじゃ。下手に避けてかわそうとするよりダメージ覚悟で攻撃の方が良いかもしれないのじゃ。とにかく倒せたので、いよいよ最後のステージ7、ステーマ級に挑むのじゃよ。この最終ステージは短い雑魚敵を挟んでのボスラッシュステージじゃ。雑魚敵も今までのステージで出てきたやつが再登場して、敵もまさに総力戦じゃな。6ステージ分のボスが全部出てくるので、なかなか骨が折れそうじゃが、こちらも全ての精霊の武器を手に入れているのじゃ。まずはボス1体目を撃破。あのアイテムを取ろうとすると、溶岩でダメージを受けてしまうのじゃ。ああ、この岩を落とすやつとかスライムとか懐かしいのじゃよ。続いて2体目のボスじゃ。攻略パターンがある程度分かっているので、そういう意味では戦いやすいのじゃ。そういえばこのボスはちょっと時間がかかるのじゃよね。光の魔法で一気に蹴りをつけたいところじゃが、このボスは攻撃が正面じゃからな。さすがにまだボスラッシュは続くので、無理をしてダメージを受けることは避けたい気もするのじゃよ。それにしてもちょっと感性がついたようなこのドラゴンの生々しい動きは相変わらずすごいな。
動きの難しい多関節の生物キャラを普通に出してくるあたり、さすがテクノソフトと思わせるのじゃ。あまりダメージも受けずに撃破できたのじゃよ。多分回復アイテムも出ると思うので、しっかり回復して次に挑むのじゃ。あの地面から出てくる槍のトラップもなんだか懐かしく感じるの。3体目はかわいいハリネズミさんじゃ。これは極太レーザーが当てやすい動きじゃな。サクッと倒して4体目に向かうのじゃ。4体目は確か水流だったな。お、分身をゲットできたのは嬉しいのじゃ。こいつはレーザーは当てにくそうじゃの。あ、結構ダメージを食らってしまっているのじゃ。やはり光の魔法は正面から当ててなんもの武器じゃな。おう、それでもやはり威力があるので早めに倒せたのじゃ。鉄球はもうゴリゴリなのじゃよ。ここから幹部クラスのボスになるせいか、絨毯みたいなのが敷かれてるのじゃ。5体目は先ほど倒したはずの弟、グラスじゃ。BGM は専用 BGM じゃないのか。残念じゃ。当て方が難しいのじゃが、レーザーで倒してみるのじゃ。実はそんな余裕をかましているほどのポリライフは多くないのじゃが、どのボスも強化されているとかいうわけではないので、覚えてきた攻略パターンを使って倒せるのが良いな。このやり方だったらさっきのドラゴンも倒せたかもしれないな。弟グラス2回目の撃破なのじゃ。残り体力が心もとないのじゃが、回復アイテムは出るじゃろうか。結局状況は変わっていないのじゃ。サロメ姉さんは短期決戦で行くのじゃよ。極太レーザーじゃなくて光の魔法を3発くらい当てれば倒せるはずなのじゃ。多少のダメージは気にしないのじゃ。やはり下手に避けようとしない方が良かったようじゃな。いよいよラスボスじゃ。残すはガイラ王ことロキ兄さんのみじゃよ。お、最後にアイテムの大盤振る舞いじゃ。これは素晴らしい。バリアも分身も手に入って準備万端じゃよ。ロキ兄さんの登場じゃ。似たような闇の力のレーザーを追ってきたのじゃ。やはり光と闇の力の激突なのじゃな。ロキ兄さんの体から抜け出したこいつが本当のガイラ王じゃな。
型が大きいので、うまく回り込みながら光のレーザーで攻撃じゃ。まさかの三段変形じゃな。頭だけになったが、戦い方は同じじゃ。今回もギリギリだったが、なんとか倒せたのじゃよ。ロキ兄さんも正気に戻ったようじゃ。ガイラ王に操られていたのじゃな。悲しい結末じゃが、最後に言葉を交わせたのがせめてもの手向けじゃな。すべての戦いは終わり、ラディンはニーネと共に旅立っていったのじゃ。シューティングゲームとしてグラフィック、音楽ともに申し分なく、ライフゲージ性と回復アイテムで初心者にも優しい、非常に高いクオリティに仕上がっていると思うのじゃ。どの武器を使っていくかもいろいろなパターンが可能で、何度もプレイが楽しめるようにもなっている。また、ストーリーについてもゲームの進行としっかり連動しており、初期武器がラスボスを唯一倒せる最強武器に変化する展開など、そのまま RPG にしても良いくらいじゃ。シューティングゲームにありがちなストーリーや設定が凝っているようでいて、実は結構ガバガバで、何のために何と戦っていて、最後どうなったのかよくわからんという流れに比べると、出し惜しみなく見事に話がまとまっているのじゃ。特にわしが好きなのは音楽で、ファンタジーとギターサウンドの組み合わせというのは、イースでも証明している通り、かなり相性が良いと思うのじゃ。エンディングの曲も一転して爽やかで、そのまま歌詞がついて歌えそうなメロディーラインじゃな。実際に過去のサウンドトラックにはボーカル付きで収録されているらしく、結構レアなので聴いてみるのをおすすめするのじゃ。国内ではサンダーフォースシリーズの影に隠れてしまったが、海外では結構人気があったのではないかと思われる。メガドライブミニ2には収録されなかったが、ジェネシスミニ2には収録されたという事実が、そのあたりの事情を物語っていると思うのじゃよ。今ではこういう王道ファンタジーの、しかもシューティングというのはなかなか出ないので、そういう意味でも貴重な作品じゃ。まあ、他にも名作シューティングが多々あるメガドライブの中ではどうしてもうずもれがちなのじゃが、ファンタジーシューティングという珍しいジャンルの傑作として、ぜひ多くの人にプレイしてもらえれば嬉しいのじゃ。素晴らしい名作を世に送り出していただいたスタッフの皆様に
改めて感謝を申し上げるのじゃよ。あ、そうそう。エレメンタルマスターについては、もう一本おまけの動画をアップするかもしれないのじゃ。まあ、あまり期待しないで待っていてもらえると良いと思うのじゃよ。というわけで、今回はここまでじゃ。では、次回もよろしくな。